こんにちは。TTS の川本です。今回はレーザートラッカーと SFM-MVS の統合について解説します。かねてから私が興味を持って取り組んできた課題です。高精度の 3D メッシュモデルにテクスチャーを付与したり、穴が開いている部分の穴埋めが可能になります。よろしくお願いします。前回の動画でも申し上げた通り、レーザー計測と SFM-MVS には一長一短の特徴があります。レーザートラッカーやエリアスキャナーは高精度の 3D 点群を取得できますが、視覚が生まれやすく、対象物全体を捉えるのが大変になる場合があります。一方、SFM-MVS では、特定対象物の周りを自由に歩き回って細かくデータ取得できますが、絶対数法が定まりません。また、幾何精度や再現性もレーザー計測に対しては劣ります。レーザー計測と SFM-MVS を組み合わせることで、互いの苦手を補完することができます。SFM-MVS とエリアスキャナーの併用は、建築測量分野で広く使われている技術です。エリアスキャナーには3次元座標と同時に3次元座標と紐づいた写真を取得できる機種があります。エリアスキャナーで取得した画像と地上やドローンから撮影した写真を混ぜて SFM-MVS にかけることで寸法が正しくかつテクスチャー付きの 3D モデルを作ることができます。また、エリアスキャナーの視覚に由来する欠損部分を補填することも可能です。今日はここをさらに深掘りします。弊社が展開するライカレーザートラッカーの最新機種である ATS シリーズでは、リフレクターを伴わないダイレクトスキャンが可能です。これにより、エリアスキャナーよりも高精度な大物計測が可能になります。ATS シリーズと SFM-MVS を組み合わせることで、高精度の大物計測とテクスチャー表現を両立できます。ただし ATS シリーズと SFM-MVS の併用には工夫が必要です。ATS シリーズにはエリアスキャナーのような写真撮影機能がないためです。今日は弊社が得意とする3次元解析技術を使ってこの課題を解決します。全体の処理フローを整理しておきます。前回と同様に弊社厚木オフィスの玄関部分のモデルを作ります。レーザートラッカーと SFM-MVS それぞれで玄関を測り終わっている状態から始めます。大きな方針としては SFM-MVS の処理におけるメッシュモデルを写真由来のメッシュからライカ ATS で作ったメッシュに置き換えるということです。置き換えたモデルにテクスチャーを貼り付けることで3次元座標計測装置で得られた高精度メッシュにテクスチャーをつけることができます。このためにまず、レーザートラッカーと SFM の座標系を合わせます。ここで、レーザートラッカーのモデルに生じた欠損を SFM-MVS のモデルを使って穴埋めする場合、順番としてはテクスチャー付与の前に行う必要がありますが、動画内では最後に補足的に紹介します。今お話しした処理フローで肝になる技術が2つあります。1つ目がスケール調整付きのベストフィットです。SFM-MVS で作成した 3D モデルは絶対スケールを持たないため、レーザー計測と座標系を合わせる際にモデルの大きさを変える必要があります。しかし残念ながら、弊社のレガリスやポリワークスに搭載されているベストフィットにはスケール調整機能がありません。測定用途では測定データのスケール変更を慎重に扱う必要があるためです。そこで調べてみたところ、エピックゲームズの YouTube チャンネルで今回の動画と似た試みが紹介されていました。エピックゲームズの例では、クラウドコンペアのベストフィットが使われています。しかし試したところ、大規模データでは計算時間が長くなったり、安定して処理できないケースがありました。そこで Open3D というオープンソースを改造して使うことにしました。Open3D のベストフィット。正確には ICP にも標準ではスケール調整機能がありません。このため関数の呼び方を工夫してループごとにスケールを計算する処理を追加しました。2つ目がテクスチャーマッピングです。
これは 3D メッシュモデルの各メッシュに対して写真を貼り付ける技術です。3D モデルと写真の座標系を合わせてメッシュ上に写真を投影するイメージです。テクスチャーマッピング自体については OpenMVS の機能をそのまま流用できます。前回の動画で紹介した SFMMVS では写真から作った 3D モデルに対してテクスチャーマッピングを行いました。つまり 3D モデルと写真の座標系が最初から一致していました。一方、SFMMVS からレーザー計測側にテクスチャーを移植するには、写真とは無関係のレーザー計測の座標系と SFMMVS の座標系を合わせる必要があります。ここで必要になるのが、先ほど紹介したスケール調整付きベストフィットというわけです。重要なのは、レーザー計測側の座標系に対して SFM の座標系を合わせるという点です。エピックゲームの例はこの逆で SFMMVS 側を基準座標系として処理していました。この方法はテクスチャー移植との相性が良く、実装も比較的シンプルです。しかし、測定用途では、レーザー計測の寸法精度を活かすために、レーザー計測側を基準にする必要があります。ポイントになるのが、テクスチャーマッピングを可能にするためには、SFMMVS で生成された 3D モデルではなく、SFM で推定したカメラ位置に対して座標変換を行う必要があるということです。これは 3D モデル生成の途中情報にあたるため、市販ソフトでは扱いが難しくなっています。そこで今回は OpenMVG の出力である SFM データ便を座標変換する Python スクリプトを書きました。では実践していきます。まず Polyworks のスケーリング機能を使って SFMMVS のモデルのおおよその大きさを合わせます。今回はメジャーで測ったドア幅に一致するように調整しました。次にポイントペアを使って大まかに位置合わせを行います。この状態から基準となるレーザー側をメッシュ形式で、動かす側の SFMMVS データを点群形式でエクスポートし、Python スクリプトでスケール調整付き位置合わせを行います。計算は約30秒で完了しました。ポリワークスで確認すると、両者がしっかりと重なっています。得られた座標変換を使ってカメラ位置を変換し、OpenMVS のコマンドを使ってテクスチャー付与を行います。結果がこちらです。この 3D モデルは、Leica ATS で取得した高精度 3D モデルに対して SFMMVS 由来のテクスチャー情報を付与した状態になっています。最後に穴埋めのデモを行います。ドア部分の凹みに生じた欠損を SFMMVS から得られたデータを使って補填します。すでにスケール調整付きベストフィットによって SFMMVS で得られた 3D モデルをレーザー計測側に合わせることができています。ポリワークスモデラーを使って2つのモデルをマージします。精度の高いレーザー計測側のデータをメインで使いたいので、重複している領域については SFMMVS 側を削除します。この状態でマージをかけると穴がないモデルになります。あとは先ほどと同様にテクスチャーを貼るだけです。レーザー計測単体では穴が開いていた部分にもテクスチャーがつきました。原理上 SFMMVS で得られた部分の空間精度はレーザー計測よりも低くなります。このためモデル全体での精度保証は困難ですが、例えば工場のデジタルツイン作成など精度が不要な部分を SFMMVS で保管するといった使い方は可能だと考えています。レーザートラッカーで計測した 3D メッシュに SFMMVS で取得したテクスチャーを移植することで、高精度かつ見た目の良い 3D モデルを作ることができました。また空間精度の保証はできませんが、レーザートラッカーの欠落部分を SFMMVS で保管することもできました。注意が必要なのは、寸法解析は依然として天狗データを用いて行うという点です。テクスチャーがついたことで、検査精度が向上するわけではありません。従来と同じ解析運用を行いながら、よりわかりやすく、
拡張性が高い形でデータを蓄積していくような使い方が現実的だと考えています。前々回からの動画を通して市販ソフトやオープンソースを組み合わせることでこれまで難しかった処理が実現できる例を紹介しました。オールインワンのソフトで全てを解決するのは理想的ですが、技術進化の早い現在では難しく、サステナブルではないと感じています。完璧な統合環境を追求するのではなく、様々なツールを柔軟に組み合わせながら、必要な処理を素早く実現し、お客様のものづくりに貢献するというところが TTS テックラボの立ち位置だと思っています。この動画は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。